誕生日にインタビューを受けるなんて、いかにも今日の主役って感じでドキドキするな。ちゃんと受け答えできるか不安だ。そういえばプレゼンターは誰が選ばれたんだろう。インタビュー会場はここか。入るぞ。どうぞ。ってドラコニア先輩？開始時刻には間に合ったようだな。スペード、誕生日おめでとう。はいありがとうございます。まさかドラコニア先輩がプレゼンターだなんて。なんだ、僕に祝われるのでは不満か？いえ、全然全くそんなことないです。そうか。ではインタビューを始めるぞ。最初の質問は、飛行術を使ってどこまでも行けるとしたらどこへ行きたいですか？魔力量については考えなくていいそうだ。魔力量を気にしないでどこでも行けるならマジホイのレースを見に行きたいです。それでコースの真上で観戦したい。マジホイ？なんだそれは。マジホイですよ。マジカルホイールっていう有名な乗り物です。あの機械の乗り物か。レースが行われるほど人気なのか？もちろん。各地でたくさんの種類のレースが定期的に開催されてるんですよ。一番メジャーなのは専用コースを周回し終えるまでの最速タイムを競う形式。24時間連続で走り続ける耐久レースはすっげー見応えがあるんです。人気のレースになると観戦チケットは全然取れないし、テレビ中継の視聴率も高くて。ほう、そうなのか。だがテレビでも見られるものをあえて飛行術で見に行きたいと言ったのはなぜだ。しかも真上からと限定するところを見ると、単にレースを観戦したいだけではないのだ。テレビの中継っていろんな選手を映すから、自分の気になる選手はマシンだけ見るってことができなくて、レース会場で観戦できたとしても自分の席から離れたコースの様子はわからないと思います。でも飛行術なら見たい選手だけを追いかけて空から眺められる。しかも魔力量を気にしなくていいなら、どんなに長い周回レースでも追い続けられて最高です。なるほど。確かにそういう観戦の仕方もあるかもしれない。ですよね。好きな場所から好きなだけ眺められたらめちゃくちゃ勉強になるだろうな。コーナーのドライビングとかブレーキングの仕方とか、ピットでマシンの調整をする様子も、選手の邪魔になったり集中を切らしたりしないように気をつけて飛ぶ必要はありそうだけど。スペードは随分とマジカルホイールが好きなのだな。はい、大好きです。すみません、僕一人で盛り上がっちゃって。気にすることはない。今日の主役はお前なのだから。ありがとうございます。次の質問もよろしくお願いします。では次の質問だ。魔法が使えてよかったことは？ナイトレイブンカレッジに入学できたことです。まさか僕が名門校の生徒になれるなんて思わなかった。入学許可証が届くまでは生行ってきた連中を締めるぐらいしか使い道がないと思ってたからな。生行ってきた。それはどういう意味だ？イチャモンをつけられたじゃなくて、他にどんな言い方をするんだっけ？言いがかり。そう、言いがかりをつけられたってことです。なるほど、そういう意味なのか。覚えておこう。いえ、忘れてください。ドラコニア先輩には絶対に縁のない言葉なので。セベクにバレたらドラコニア先輩に品のない言葉を聞かせるなって怒鳴られるに決まってる。それにしてもなぜ言いがかりをつけられたんだ？地元じゃちょっと目立ってたみたいで、普段から目をつけられやすかったっていうか、態度がでかいとか、縄張りを荒らしたとかで喧嘩をふっかけられることもあって、5人がかりで来られた時はさすがにまずいと思ったな。でもとっさに召喚術を使ったら運よくいつもの大釜が現れたんです。それが大きな木にぶつかって折れた枝がリーダー格の足元スレスレに落ちたことで全員ビビって逃げ出しましたよ。
ざまあねえな。スペードは相手がひるむようにわざと大釜を枝に落としたということか。いえ、全部偶然ですよ。枝が折れたのも大釜が召喚されたのも当時は今以上に魔法を使いこなせてなかったので。でもその一件以来絡まれることが減りました。連中の仲間に魔法師がいなかったおかげか必要以上に怖がられたみたいで。非魔法師にとっては魔法師という存在自体が脅威に感じる場合があるということか。理解した。ではそろそろ次の質問に移るとしよう。はい。危ない、うっかり昔のことを話しちまった。でもドラコニア先輩は全く気にしてなさそうだな。深く突っ込まれたらヤバかったかも。ドラコニア先輩がプレゼンターでよかった。これが最後の質問だ。これからの1年でやりたいことは？定期テストで学年50位、いや25位以内に入れるように勉強を頑張りたいです。やけに細かいな。今なぜ途中で順位を言い換えたんだ？目標は高い方がやる気が出ていいかと思って。なるほどな。スペードはこれから勉学に力を入れていくということか。はい。特に防衛魔法を頑張りたいと思ってます。僕警察官になるのが夢なんです。将来的には対魔法師専門の部署に入りたいと思っていて、その部署で最も重要視されているのが防衛魔法なんですよ。まあ魔法師の警察官を題材にしたドラマの受け売りですけど、でもそのドラマ現役の警察官が監視を手伝ってるらしいんで間違いないと思います。そうか。お前の夢を実現させるために必要な能力というわけだな。それで今の実力はどれほどなんだ？今はあんまり成績は良くないです。この前の課題も事前に必死で個人練習をしてやっとこそスレスレで合格って感じで。でも僕が他の人より勉強ができないのは今に始まったことじゃないし、諦めの悪さなら誰にも負けない自信がある。他の教科も頑張らないとだけど、防衛魔法に関しては誰にも負けないぐらいに極めてみせます。いい意気込みだな、スペード。お前が魔法を極めたその時は僕の魔法を防げるか試してやろう。僕もあの授業は他に比べればまだやりがいがあると思っていた。共に学ぶいい機会じゃないか。ドラコニア先輩と共に学ぶ？先輩の魔法を防ぐなんて到底僕には。いや目標は高い方がいいもんな。僕が上達した時はぜひ挑戦させてください。インタビューは以上だ。ではスペードのために用意されたほうきを渡す。受け取るがいい。ありがとうございます。ああ、すごいな。ほうきの方が花束みたいだ。青い花を貴重に束ねられているのか。涼しげでいい色合いだな。さあバースデーロードに向かうといい。皆に勇ましく飛ぶ姿を見せてやれ。はい、気合い入れて行ってきます。みんなの前で飛ぶのはちょっと緊張するけど、優等生らしくしっかり飛ぶぞ。